皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから931日となりました。まずは全般的な事柄です。ウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は、兵士1140名、戦車2両、装甲戦闘車13両、砲56門、多連装ロケット2両、防空システム1機、ドローン57機、その他車両64両、となっています。戦線全体では、1日で167回の地上戦の報告がありました。ウクライナ情勢に関するニュースを厳選して、簡単にお伝えします。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。10日の夜、ロシアに向けて史上最大のドローンによる戦略爆撃があり、ロシア当局はモスクワで14機、ブリャンスクで59機、リペツクで少なくとも3機、カルーガで14機、クルスクで12機、トゥーラで2機など、合わせて144機以上のドローンを撃墜したと主張しています。このうちモスクワではブヌコボ空港、ドモジドボ空港、ジュコーフスキー空港が閉鎖され、映像では滑走路が燃えている様子も確認できます。また、モスクワのカシルスコイ高速道路が閉鎖され、モスクワの高層アパートで爆発が観測されました。ウクライナの偽情報対策センターのコバレンコ氏によると、今回の攻撃は、ロシア軍、ロシア国防省、軍産複合体の施設、軍用飛行場を狙ったもので、アパートにぶつかったのは、敵の防空活動の結果であると説明しました。今後損害が分かればまた追ってお知らせします。2番目。ロシア軍は人手不足に対応して全工程をロボットで製造した最新の防弾チョッキをテストしました。実験では5発の弾丸が全て貫通したことが判明しました。映像では防弾チョッキからプレートを取り出して木にくくりつけて狙ったところ、5発とも貫通した様子が確認できます。動画の投稿主は、素晴らしいの一言で国防省に感謝しなければならないと皮肉を述べました。3番目。バイデン大統領は、ウクライナに対して禁止している長距離ミサイルのロシア領内への使用方針を変更し、まず、イギリスの長距離空対地ミサイルのストームシャドウをロシア領内の目標に向けて使用を許可する模様です。テレグラフなどによると、まず火曜日にロンドンでイギリスのラミー外務大臣とブリンケン国務長官が会談し、その後2人はウクライナに移動して水曜日にゼレンスキー大統領と3人で会談し、その後金曜日にイギリスのスターマー首相とバイデン大統領がホワイトハウスで長距離ミサイルの使用制限の変更について協議する予定とのことです。現在協議の対象はイギリスのストームシャドウですが、ブリンケン国務長官と話をしたというアクシオスの記者は、射程300キロのエータクムズについても制限を解除を決定し、これからゼレンスキー大統領に伝えに行くと述べたと伝えています。これは先日、イランがロシアに200発とも言われる弾道ミサイルを輸送したことに関連していて、ブリンケン国務長官は、ロシアは数週間以内にウクライナに向けて使用する可能性が高い。これは、ウクライナだけでなくヨーロッパ全体に対する脅威だと述べています。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は、大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、日付とともに追いかけることができます。YouTube で説明するにあたり、じっくり召されました、ルシアン軍、ルジアンなどいくつかの表現は最適化してお送りしていますのでご了承ください。
北東部クルスク方面、ハルキウ方面。8月6日にウクライナ軍がクルスクに侵攻してから34日となりました。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は曇り。最低気温14度、最高気温26度。今日の天気予報は晴れとなっています。今週は少し雨の降る時がある模様です。ウクライナの軍事専門家のミライロ・サムス氏は、この方面について、ルジアンの将軍たちはプー大統領の前で10月1日までにクルスク地域からウクライナ軍を排除すると約束した。今後、ロシア軍は当然多くの部隊をクルスクに引き入れ、全力を尽くして努力すると予測できる。何らかの反撃が行われる可能性はあるが、今のところ、戦況を大きく変えるようなものはないと述べ、今月中に、この方面で、ロシア軍の反撃が行われる可能性を示唆しました。コレネボ方面。1番目。コレネボの南西にあるコマロフカでは、ロシア軍の第61海軍歩兵旅団がヘルソンから引き抜かれて再配置されました。そのコマロフカでは、位置情報付きの映像によると、地図で示した集落の東の端で、ウクライナ軍の車両が放棄され、最初に乗用車に乗っていたウクライナ兵が、ロシア軍の攻撃に遭い、兵士を避難させるための装甲車を出したところ、その装甲車も、ルジアンの攻撃で被弾し、遺棄されました。ご覧いただいているのは、ロシア軍の撮影したドローンの映像で、地図で示した場所の様子となっています。係争地内の出来事ですので、戦況図に変更はありません。2番目。スナゴストでは、位置情報付きの映像によると、ロシア軍は8両の戦車で攻撃を行い、幹線道路を南下して集落に切り込んでいったとの情報があります。ご覧いただいているのは、地図で示した場所の様子となっていて、現在スナゴストのすぐ北の郊外で地上戦が継続している模様です。その範囲をウクライナ軍の占領地から係争地に戦況図を更新しました。3番目。コレネボの東にあるベトレノでは、位置情報付きの映像によると、ロシア軍が地図で示した場所に空爆を行っていて、この付近にウクライナ軍の存在が確認できます。この場所に向けて、ウクライナ軍がどのルートで前進しているのか不明ですが、最も近いところから前進しているとして、この付近を係争地からウクライナ軍が占領したとして戦況図を更新しました。それ以外には、接触線に沿って5カ所で地上戦の報告がありましたが、戦況図に影響のある情報はありませんでした。ハルキウ方面。リプツィ、ボフチャンスクの戦況についてお伝えします。この方面で、ルジアンは、ボフチャンスク周辺で2回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退して、戦況図に変化はありませんでした。北東部、ルハンスク州方面。東部、チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で12回、スバトベクレミンナ戦で14回、シベルスク周辺でも14回、チャシフヤール周辺は2回、トレツクの方向に9回攻撃を行いました。シベルスク周辺。ビロホリフカでは、位置情報付きの映像によると、昨日に引き続き、ロシア軍は町の北の高地を確保するために、歩兵による突撃を行い、ウクライナ軍がドローンで応戦しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第81エアモバイル旅団のもので、地図で示した場所にいる10人ほどのルジアン兵の様子となっています。ルジアン兵は何もない高地を走って前進しているのがよくわかるものとなっています。この付近を係争地の拡大として戦況図を更新しました。トレツク方面。この方面でロシア軍は攻勢の勢いは大きく低下しつつありますが、それでも攻撃をやめずに前進を試みています。1番目。
トレツクの東の高層アパート街では、ウクライナ軍の地上部隊が活動していて、ルジアンは、ここ1ヶ月前進できず、この場所が最前線となっていることがわかります。ご覧いただいているのは、ウクライナ側のもので、この方面に投入されている複数の特殊作戦旅団の活動の様子となっています。戦況図には変更はありません。2番目。ニューヨークの駅の北では、昨日の動画でルシアン軍が前進して占領を主張する旗を掲げたことをお伝えしましたが、早速、ウクライナ軍が反撃を行いました。位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍は、この場所に通常の砲撃、クラスター砲弾、ドローンによる攻撃を行い、ルジアンの複数の車両が破壊されました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第26砲兵旅団のもので、地図の場所の様子の一部となっています。この場所は、今月5日にウクライナ軍が奪還したところですが、線路の東側を係争地に戦況図を更新しました。一方、ロシアン軍は、駅の西にある地図の場所で旗を掲げて占領を主張し、6日にウクライナ軍が奪還した駅前の工場を再占領したと、嘘の主張をしました。南東部、ドネツク州、ポクロフスク、クラホフブレミフカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面で41回、クラホフ方面では46回、ブレミフカ方面で9回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面で、ロシアン軍は、長く伸びた前線と最近投入されたウクライナ軍の追加部隊に苦戦し、1個軍団規模の兵力を投入しているにもかかわらず、結果がほとんど出ていません。そのため、ロシアン軍は、ポクロフスクから遠い方で側面攻撃を始めましたが、正面攻撃と側面攻撃を同時に攻撃を行うほどの兵力はなく、どちらもうまくいっていない状況に陥っている模様です。その中で、ミハイリフカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが防衛線にしていた線路の西側に浸透し、ウクライナ軍がドローンと地上部隊で応戦しています。ご覧いただいているのは、そのうち南西側の地図の場所にいるルジアンの様子を観察しているところとなっています。今のところは、戦況図に変更はありません。ロシアン軍の攻撃は回数を維持しつつ、1回の攻撃の規模が小さくなっているようで、それ以外の攻撃もウクライナ軍が防衛し、結局、この方面で戦況図に変更はありませんでした。クラホフブレミフカ方面。この方面で、ロシアン軍は、ヘルミクとクラスノホリフカを結ぶ線でウクライナ軍を包囲しようとしています。1番目。ネベレスケは、ウクライナ軍が徐々に後退し、空いたところをロシアン軍が占領しましたので、その範囲を、係争地からロシアン軍の占領地に、また、ネベレスケは、占領地を示す赤マークに更新しました。面積は9平方キロほどになります。2番目。ロシアン軍は、クラスノホリフカの西の端に前進し、地図で示した場所に旗を掲げて占領を主張しました。ご覧いただいているのは、ロシアン軍のもので、バイクで乗り付けて旗を掲げる様子となっています。今回は旗を掲げただけですので、この場所まで係争地が拡大したとして、また、その背後をロシアン軍が占領したとして、戦況図を更新しました。面積は2平方キロほどになります。3番目。ポビーダの北では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍の装甲車両が、ロシアン軍の装甲車両を攻撃していて、この場所が最前線となっていることがわかります。ご覧いただいているのは、ルジアン側のもので、地図で示した場所の様子となっています。この戦闘の結果、ロシアン軍は、装甲車両から展開した歩兵部隊が地図で示した森林の陣地に入った模様です。戦況図では、この場所まで、係争地の拡大として戦況図を更新しました。後方地域。冒頭でお知らせしたドローンによる戦略爆撃以外には、ウラル山脈の南の端にあるオレンブルグで石油パイプラインが爆発し、火が
150平方メートルの範囲に広がった情報があります。爆発は修理の失敗によると伝えられ、3人が火傷で搬送され、うち2人が召されたとのことです。オレンブルグでは以前ダムが決壊し、大洪水になったことがあります。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。この方面で、ロシア軍はザポリージャ方面で3回、ドニプロ川付近で9回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に影響のある情報はありませんでした。今日は以上です。戦況の分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、視聴者様にお願いがあります。このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、Telegram、ニコニコ動画があります。普段はこのチャンネルで発信していますが、何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせすることがあるかもしれませんので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。